ういっす。あらです。昨日の続きっす。この床。なんかね、父親がラミネートフロアリング買ってきたんで今朝。それを使ってここに貼り付け始めてみます。でもその前にこの床を一回グラインドしてほしいということで、こうなんかいかついこのマシンがあるんで、一回サンディングして、それからっすね。あんま意味ないと思うけどね。まあとりあえずやってみます。それでは参ります。ジョワン。こいつがどんな威力なのか。うるせえ、やばいやつだ。しかもこれ60なんだよな、粗さ。結構粗いと思うんだよね。まあいいや、やります。しばらくただただうるせえっす。本日の作業が始まりました。家の中をちょっとリノベーション。このうちにあった強力なグラインダーを使って床をきれいにしていく。こいつは初めて使う工具。そもそもこうやって使うものなのかと。これ合ってる？めっちゃずれてる。なんか調整が必要だぞこれ。ボロボロになってるぞ。無人だけど使うの。仕切り直し。ちょっと調整したから、これ調整がむずいんですね。これ多分大丈夫。いいや。いまいち使い方が分かってない。とりあえず削り取ってスベスベにすればいいやっていう感じ。このマシンが強力だっていうことは分かるけど、強力だからいいとは限んないもんね。特に使う用途が分かってないのに使ってるわけだから。この床にもマシンにも失礼だよな、それじゃあ。そう、僕は失礼な男。はい、もう OK。もうこれちょっとなんか違う気がするから、もういいです。ここはやりましたということで、次おいっす。ラミネートフロアリング、まああんまりきちっとはやりません。ピタッと合わせるっていう程度で、まあ、ここにこう並べていくって感じですね。最後どうするかとか、端っこのことはもう後から考えます。なんでここ出っ張ってるんで、ここ切って、まあとりあえず一列並べてみようかなと。それです。参ります。ラミネートフロアリング。こいつは一回使ったことあるからなんとなくわかる。加工さえちゃんとすればあとははめるだけ。簡単。ほらぴったり。よし、まあこれで次こいつなんですけど、これね、微妙にここに出っ張りがあるんで、ここの部分いらないんで、ここだけカットする。これでピタッとはめていくと。それをやっていきます。引き続き加工をしていく。加工です。とにかく加工が大事なんです。ぴったりはまるものさえあればね、どうにでもなっちゃうんだから。取り付けるだけのリノベーションだったら誰にでもできちゃいますからね。とにかくその場所に合ったものを加工するのが難しい。僕の場合はですよ。ここ加工苦手でもやらなきゃ。ちょっとカットする。このね、変な出っ張り。難関がやってまいりました。ここは複雑な加工をしなければいけない。リノベーションはいかに加工を上手にするかで決まる。もはやリノベーションとは加工です。加工イコールリノベーション。リノベーションイコール加工。そして原田はその加工が苦手ときた。それでもやりたいリノベーション。やれやれ。マジミスったっす。これ多分ね、こっちから切るんだったね。切り目を入れるんだったね。パカってなるんだよ。ならねえんだよ。なんでもうここまでやっちゃったので、
ね、ノコギリで切る、こうやってシュクシュクシュって下調べしなさいよって話だよね。はい、しませんそういうのははい、切ります。これでもうしょうがない。カッターで切れ目入れた意味あんまりなし。結局ノコギリでカットしてる。リノベーションは加工が全てとか言っときながら加工でつまずいてんだから世話ねえやな。まあ最終的にはまればいいわけだから、その間の過程は何でもいいわけですよ。はい、さらっと加工しました。ね、これがはまらなかったらすごくショックです。結局ノコギリで切るっていう超手動じゃない。はめてみます。こうなる。こうくるよっ。はい、いまいちっす。しっくりこね。とりあえず一列こいつをちゃんと加工してですね、まあほぼぴったりっすよね。多少の隙間はしょうがないかな。ね、でもここちょっと浮いちゃうんだよな。多分この段差のせいだと思うんですけど、はい、まあ、こういう流れ一列できたから、あとはもうですよ。バーって並べていくだけだからそんな難しくないんで、最後またちょっと加工しないとだけどね。子供がメシメシうるさいんでちょっと全然進まなかったけど、ここまでですね。はい、ではまた。じゃん。原田ハウス。おはようございます。原田です。親父の実家リノベーション中。続きです。ラミネートフロアリングね、一番最初の面だけで終わってたんですけど、続きをやります。けどね、下調べしないで始めたもんでいろいろ忘れちゃってたんですけど、なんか隙間ね、この最初の部分になんかかませて伸縮した時のなんか余韻を残しといた方がいいとか、この床とこのフロアリングの間になんかシートを細いね貼るとかね、全部忘れてました。でもこれもう忘れたままでいいってことなんでそのままやります。はい、うん、適当なんとなく見た目が良くなりゃいいっていう方向性で僕と父の意見がまとまったのでこのままやっていきます。はい、なんでこのめんどくさい部分昨日終わったんで、あとはもうとりあえずちょっとカットしてずらしながらはめていくっていう感じですね。はい、それでは参ります。シャン。おい、続きの作業が始まりました。ラミネートフロアリング。最初の列のちょっとめんどくさい加工が終わってるので、こっからはしばらくずらしながらはめていくだけですね。ふと思ったんですけど、こういう僕が今やってるようなことってリノベーションなんですかね。一応なんかリノベーションってもっと改装っていうイメージないですか。なんかこういうのってリノベーションっていうよりも模様替えっていう言葉の方がしっくりこないですか。そんなことない？リノベーションって言っていいのこれ。まあ別に模様替えだろうとリノベーションだろうとどっちでもいいんですけどね。ちょっと気になったんで問いかけてみました、誰かに。そういえば僕は昔から模様替えするの好きだったんですよね。自分の部屋の物の配置とかしょっちゅう変えてましたね。より居心地のいい空間をみたいな。でその心地いい空間に自分の身を置くみたいな。そんなことしてる自分が好きみたいな。おいさ、だいぶ進んできましたよね。ちょっとね問題点いろいろあったんですけど。はい。ここ汚いからちょっとあっち行って。
最後のこの端っこのピースはねこうカットしないといけないんで、ノコギリでやるとすごい大変なんで、これ縦割れないんですよね、うまく。でこれくらいちょっと必要なんですけど、うちにはそういうツールがない。でお隣さんがなんか持ってるらしいんで、ちょっと切れるかどうかちょっとこれ切らしてもらってきます。それからまたおいっす。お隣さんからワイヤレスの丸ノコ借りれたんで、これで切っていく。ワイヤレスの丸ノコを借りてきました。軽い、静か。今何でもワイヤレスですよ。いつの間にか携帯電話のイヤホンジャックもなくなってますもんね。イヤホンやヘッドフォンに関しては僕は優先派なので、携帯電話のイヤホンジャックがなくなった時は結構ショックでしたよ。床の幅が均一じゃないので、1枚ずつサイズを合わせてカットして、それを取り付けていくという作業。まっすぐじゃないってのが一番厄介。ちゃんと切っても微妙に歪んでてうまくはまらないなんて場所が結構あるんで、それを微調整しながら取り付けるのがすごくめんどくさい。でもそのすごくめんどくさいのが古民家リノベーションってやつですよ。古民家って歪んでんだもん。歪みってめんどくさいよな。家も人も。来ました。ラスト2ピース。でこの加工にクソ手こずった。これはまるか。ラストピースだよ。はい、貼り終わりました。ほぼぴったりなんですが、やっぱりこの窓枠のところはね歪んでんだろうね、きっと。隙間が空いちゃうっす。これはなんかここの埋めないとなんか格好は悪いっすよね。こっちもまあぴったりにしようと思ったんだけど、やっぱこいつら歪んでて、これちょっと浮いてるっすよね、この辺。なんかうまくいかないです。ここでやっぱなんかたるぎっていうんですっけ、ちっちゃいのかませれば見栄えは良くなるんですけど、まあ遠目から見たらもう何もわからない。ごまかせてるこの加工超めんどくさかったな。ここ、ほぼ OK ですね。でここもやっぱちょっと隙間が空いてる部分あるんで、本当はなんかここあればいいんですけど。でここはこれから元あった木をちょっとはめ込んでみますね。こことかもぶっ壊れてるからな、砂壁みたいなね。本当は取り替えたいんだけど、とりあえず元に戻すっていう感じで。これはよいしょ。これ入る。これここだ。この色やっぱりちょっと違和感があるんで、その辺は父と相談っすね。こいつが濃くなっちゃったからね。まあいいや、とりあえず置いとく。とりあえず OK。 ここなんとなく出来上がりました。でここもやりたいんだって、これと同じ色に。その分は足りないからまた今度っすね。はい、こんな感じでイノベーションもやっていく。大したことやってないし、クオリティはそんな高くないんですけど、なんとなくいい感じにしていくっていうことです。原田本家をはい、とりあえず材料がないので今日はここら辺で失礼いたします。それではまた。うわっ